今回は自分のキャンプスタイルであるヴィンテージギアについて少し紹介していきたいと思います。今回は僕の仲間の中でも少しずつ増えてきたなって思っているヴィンテージギアについて、キャンプの中にヴィンテージのスタイルを少しずつ混ぜていくっていうことについてお話できたらなと思います。あと、全然興味ないという方もヴィンテージの入り口ということで、ぜひ知っておいていただければ何かの足しになるかなという目線で見ていただければいいかなと思うんですけど、次回おすすめのキャンプギアっていうのも紹介するので、ぜひギアが大好きだ、ヴィンテージも気になってるっていう方は次回も見ていただけたら最高に幸せだと思います。僕も始めたばっかなんで、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひコメントいただけると嬉しいと思います。で、ヴィンテージギアって言っても風のやつもあったりガチのやつもあったりして分かりづらいと思うんですが、一般的にはヴィンテージギアは発売から30年以上、1990年代以前のギアなんかがヴィンテージと呼ばれているそうです。欧米で始まったアウトドアブームで言うと有名なところではパタゴニア、ノースフェイス、シラデザインなんかが1960年代に創業しているので、そう考えると割とアウトドアブームの初期に近いものになっている場合が多いのかなと思います。当時そのキャンプブームが確立していたわけではなかったので、そもそも軍や産業に使われてた道具を今現在にヴィンテージギアとしてキャンプのところに加えているっていう感じになっているのは多いかもしれないです。歴史で言うとここにもちょろっとあるんですが、ペンドルトンが1863年、コールマンはランタンから始まったそうなんですが1901年、ちなみにアメリカのライト兄弟初めて飛行したというのが1903年だそうです。なので歴史で言うとそのライト兄弟よりはもっと早かったんだよっていう、そういう話になってます。例えば僕が持ってるキャンプギアで言うと、これが軍物のガスバーナーになってるんですけど、これが1941年第二次世界大戦ものです。あとはね、もう一個言うと、これクックなんですけど、ベトナム戦争ものですね。1955年から75年が、ベトナム戦争だったという話なんですが、ベトナム戦争で使われてただろうというものは、枯葉剤とかもあったんだと思うので、あんまり人気がない商品ではある。ただそこがまた可愛いなと思って、僕はこだわりのヴィンテージギアとして取り入れた部分ですよね。そんな時代背景のものなんだよっていうのを今現代に僕はキャンプとして明るく使っているんだよっていうところもまた面白いところなのかなっていう感じで使ってます。で、前回YouTube ご覧になってる方もいらっしゃると思うんですが、ヴィンテージギアにハマったきっかけっていうのが、そもそも僕はコールマン、スノーピーク、いろいろやってきた中で、その途中過程でヴィンテージギアにハマっていくんですけど、その後はノルディスク、ピルバーグっていった割と今では新しめのものをチョイスしていきながら、ヴィンテージギアを取り入れてる方も結構僕の周りではいたんですよね。そういった中で、これ何なのっていうところをずっと探っていくと、見たことないヴィンテージギアが多かった。で、自分もヴィンテージにどんどんハマっていったっていう経緯があるんですけど、そのハマったきっかけはそんなところで、まずハマってたランタンですね。コールマンのランタン。そこら辺でも、シーズンランタン、シーズンおきに、毎年売ってるランタンとか、もっと古いの何なのっていう風なのをやっていくと、コールマンで言うとセンテニアルっていうのが割と最近のもので、限定商品を買っていくうちにヴィンテージに入っていくんですけど、もっとかっこいいのあるよっていう風になっていくんですけど、ここが、あとはヴィンテージショップが近くにあった。そこに行くとやっぱ優しい方が結構いらっしゃって、そんなにヴィンテージ好きなのっていうので教えてもらったりとか、そもそも古いものが好きだったっていうのもあるんですが、工務店もやっていたんで、大工道具で言うと、このノコギリは
今でない玉鋼が入っているんだよっていうノコギリをもらったりとか、そう言っても結局じゃあどこ行ってもなかなかね、欠けちゃったら目立てとかも大変なんでなかなか出す機会もなかったりするんですが、持ってるだけで自分の心がテンションが上がるっていったところがあって、もともとヴィンテージっていうか古いものが好きだったんですね。で、集めていくとやっぱり本当にヴィンテージが好きでいて、古いもの、やれたものっていうのを結局ここら辺にもね、たまにしか持っていかないものを部屋に置いてあるんですけど、そうするとアンティークの部屋みたいになってね、基本的に落ち着くんですよ。そういったところからどんどん沼に入っていくんですけどもね。で、ヴィンテージギアの魅力ってなりますと、大体もう今の現代ではこの金額では作れないよといったようなものを当時は量産型で技術のこともあるんですが、やっぱり大変なことをやっていたんですよね。だからこのボックスでいうとこんな帯なんか今時回してるものがなくて、これただのブリキの帯を回しているんじゃなくて、強度を増すためにエンボスを効かしていたりね、そういった今でいうと無駄なことをやってるんですが、この無駄がかっこいいっていった魅力があります。あとはね、集めていく中でなかなか出会えなかったものに出会えた時、それを自分でゲットした時に、フィールドに行った時に誰とも被らない、これ何なのって言われた時に結構高揚するんですよね。で、うちのサンド工務店のギアで言っちゃうと、アイアンテーブルなんかもその類ですね。今では絶対やらないようなことをやる。あとは、歴史的な価値があるという、もう30年前のものがヴィンテージと言われてますが、もっと古いものは100年前のオイルランプとかもございます。第二次大戦、ベトナム戦争なんていうの話もしたんですが、もっともっと前のものっていうものを今現代に生きている。で、それをもう何代目かで僕が触ったのかがわからないんですが、いろんな人がやっぱ所有していて、それを僕が実は持っていて、どんなストーリーがあって、これがまだ生き残ってるんだろうといったことなんか考えちゃうと、テンションが上がっていきますよね。そんな凄さを感じられるっていうのもヴィンテージの良さだと思います。あとは、先ほども話したんですが、このボックスに関しても、いちいち耐久性があるように作られている。どの商品にしてもヴィンテージギアなんで残ってるかって言ったら、やっぱり耐久性があるというところで残っているのではないでしょうか。僕なんかはね、割とね、僕の師匠から教わって、共感して師匠と仰いでるんですが、そもそも使ってなんぼ、飾っとくんじゃなくて、ギタギタになるまで使って壊れない。ここがヴィンテージの良さでもあると思います。ヴィンテージを扱うことによって、広がりが結構出てくるんですよね。そこでまた、知らないことを共有したり、広がりがどんどん増える価値があると思います。で、そんな、ヴィンテージギアを扱っていく中で、どんどん加速していくってなってくると、車も意外とそうで、自分の中では車もキャンプギアの一つ、ライフスタイルの一つに変わっていくんですが、再販のランドクルーザー70、これも元々といえばもう再販なんで、1984年がランドクルーザー70の始まり。あとはデリカスターワゴンっていうのも1986年からスタートしているので、これもヴィンテージと言っていいのではないでしょうか。やっぱここが楽しいんですよね。そういう意味で自分のライフスタイルっていうのも、ヴィンテージを入れていくことによってどんどん変わっていって、自分のやりたいことっていうのが固まっていく要因になるには、もうそのヴィンテージは欠かせなかったということです。次はヴィンテージギアの購入方法についてなんですけど、ここが一番のミソかもしれません。欲しいヴィンテージギアが見つかったとしても、手にするにはもう運も必要だったりするんですよね。例えばその時に知ったヴィンテージギアを購入する時にどこで買うの？ヴィンテージショップ、あとはヤフオク、フリマだったりするんですけど、その時に探しても出てこない。キーワードを入れても全然出てこない。製造番号を入れても出てこない。っていうのは、ないってことなんですよね。で、その時に、もし出てきた時に、出てきたからパーンと買っちゃうのもあんまり良くない。もうとにかく写真がいっぱい載ってる。で、もうやれてても自分で直せるよという方は全然購入しても構わないのですが、なるべく新しいものがいいですよね。100年前のものだったり、
80年代のものだったりっていう風になると、だいたいメンテが必要になってくるわけなんですよ。で、その中で、自分で直せないって言った場合は、やっぱ、ヴィンテージショップで買ってないものを持ってった時には直してくれないよっていうところがあったりとか、今は YouTube もあったり、メンテのしてる人がいたりとかするので、そういうのを探して当たっていくのもいいと思うんですけどね。まずは逃さないためには、っていうのはタイミングなんですよ、完全に。僕なんかもよくあるんですけど、例えばこれ。グランマコッパーケトルミニ。これも僕も大好きなギアなんですが、これもね、当時は何千円だったとか1万円だったとか言われてると、これ実際は、うん万円するんですけど、それでもってなるんですよね。やっぱりどうしようかって過ぎるんですよ。もうしばらく出てこなかったです。で、その中でやっともう今買っちゃいて綺麗な状態だったんで、これはたまたま購入しました。で、やっぱ見逃すんですよ。見逃すとないです。っていう、このタイミングを見逃さないように。ポイントなんていうのはもう自分次第なんですよね。今買うか、ただ、思った時が一番の買い時だと思います。ガスバーナーにしてみても、例えばガスを入れるところ、リコールで実はネジを1本入っているものはガスが抜けない。ないものは抜けちゃう。それを間違えて修復されてないものを買ってしまったら、やっぱ大変なことになってしまう。っていうことがあるので、まずは徹底して調べ上げるっていうのが一番だと思います。結構長年待ったりするものがあるので、それまでの足しで、例えばケトルの場合だったら、このケトルもね、だからいっぱい買うんですよ。結局。そのケトルが一番欲しいんだけど、それはないから、その中でも次にいいものはどれなのかな、自分の中で。っていうと、もうケトルおじさんみたいになっちゃいます。5個も6個も。これもインスタグラムであるんですが、モーニングスターワークスっていうのが僕ん家の近所にあるので、そこに行ってます。ほとんどそこかな、買ったのは。ネットで言うとヤフオクが主かな、割と。あとは、eBay で探したりもします。なるべく綺麗なもの、状態のいいっていうことなんで、綺麗ってことは。っていう風な狙いで行った方がいいのかなとは思います。出てくるか出てこないかっていうのもあるんで、これはもう直感でしかないんですけど、基本的に欲しくなった時にどんだけ出てくるのかは見といた方がいいです。例えばヤフオクでもいついつにソールドになってるとか、よく多分出てくると思います。っていうことは、いつからいつまでは出てこない。これもしかしたらと出てこないぞっていうきっかけを探すには、そういったフリマを見ていくと、オークションとかフリマを見ていくと分かりやすいかもしれないです。初めてヴィンテージギアを持つならばということで、持つならばまずはオイルランプなんていいんじゃないかなと思います。オイルランプっていうのはもう機構が本当簡単で、これで言うとただオイルを入れて芯があってっていう、ただこれだけなんですよ。強いて言うなら、壊れる場所って言ったらオイルが漏れるかもで、芯がないかも、これぐらいですね。で、あとはもう火つけて、例えばもうこれで言うと火つけて、これで調節してはめるだけ。もうこれだけで使えるんで、かっこいい。何がおすすめかって言ったら、まずランプが必要ですよね。多分明かりとしてこんなのがおすすめですね。で、壊れるところって言ったら、先ほど言ったぐらいのところで、実は多分ね、この上の部分はね、これのものではないんじゃないかなっていう感じがしてます。でもそんなのでもね、ちゃんとこれが好きで作り直して、これが合うよって多分交換してるんだと思うんですが、で、あとはもういろんなオイルランプがあるんで、これもまた今度お話ししますけど、これで言うともうめっちゃベルボトムで短いってあんまりないんですよ。ランタンがおすすめかな、窓口からしたら。簡単です、取り扱いは。ヴィンテージギアのメンテナンスなんて話も出てくると思うんですよ。っていうのは、長く使うにはどうしていこうかっていうと、やっぱメンテナンスが必要。普段の例えばまずテントでいうと加水分解っていうのがあるような膜、ナイロン系なんですけど、タイベックシートみたいなものに入れていくと通気性がいいので、割とこの保管には適した袋だというこ
あとはまあ僕が教えてもらったのはジョンソンベビーパウダーっていうのを中に加水分解しそうなところに塗っとくとピタピタするのの防止になる。サラサラした状態で保てるよ。あと臭いのがだいぶ取れますね。あとはランタンのメンテ修理なんですけど、オイルランプは先ほど言った通り、オイル漏れ芯の交換ぐらいで簡単なんだと思うんですが、加圧式は結構ねパーツがあるので、ぜひぜひおすすめするのはいいショップをまず見つけること、それかもうそもそも修理屋さんを見つけておくか、あとはそれで仲良くなることによってこれぐらいは多分自分でメンテできるよっていうのも教えてくれると思うので、そういったところも手探りで見つけとくと楽だと思います。ヴィンテージの入り方のランタン編としては。あとはウッド系、これも新品から僕はもう9年近く使ってるんだと思うんですけど、これシェルブルーさんのテーブルなんですが、これはもともと白木だったんですけど、ほとんどノーメンテ。なんでかっていうと、オイル塗ったりするのもいいんですけど、基本的にはよく使ってあげることによってメンテになるのではないでしょうかっていうふうに思ってます。何でも塗ればいいっていう感覚が僕は嫌いで、なるべく使うっていう方向ではいます。ついでに鉄も話しちゃうんですけど、鉄もなるべく湿気を避ける。で、よく使うことによって味と錆びなくなってくる。これは本当の話です。年に2回しかキャンプ行かないよっていう方だったりする場合には、必ず湿気を避ける。あとはしまう前にオイルを塗る。アイアンで言えば新聞紙にくるんどくと長持ちします。今日はないかと最初に話したんですけど、ノコギリなんかも僕は新聞紙巻いてます。油を塗って。そういった保管の仕方が一番いいのではないでしょうか。あと革ね、革製品はこれはね、まめに割れてっちゃうんでね、革は。で、最終的にちぎれるっていうことが起きるので、なるべく僕はミンクオイルを塗ってます。ミンクオイルを塗ることで長く保てると思います。ブーツなんかも多分そうだと思うんですが、革こそオイルを塗ってメンテした方がいいかなと思ってます。ということで、今回はヴィンテージギアについて魅力について語っていったんですが、まとめると今のものとは違っていちいち個性が、当時の個性がすごく強く出ているということ。あとはそれを大事に使い続けることによって自分なりの価値が出るということですね。あとヴィンテージのギアをメンテしながら長く使っていくっていうことで環境にも優しいのではないでしょうか。個人差があると思うんですけど、ヴィンテージギアを使って古いものを使っていくことによって自分で言うと、癒しが一番ですね。温かみがある。色にしてもそうなんですが、こっちは新しいものになっちゃうんですけど、色合いであったりギミックであったり、刻印とかいちいちお金をかけて面倒くさいことをしている、ここの面倒くさいところがもう自分にとっては癒しであったりするんですよね。あとは歴史に触れることができるのが魅力です。なので、ヴィンテージギアを一つでも手に入れやすいものから、ランタンが一番手に入れやすいのかなとは思うんですが、そういうことで自分のスタイルが変わっていったり、ヴィンテージに対する感覚が変わっていくと思うので、まずは1個手に入れてみてほしいなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。次回は僕のおすすめのヴィンテージギアを実際に紹介していきたいと思います。ぜひ楽しみにしてください。また何かわからないことがあればコメントなんかもいただけるとすごく嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた。さよなら。さよなら。さよなら。